どうも、フィッシャーズシルクです。ちょっと前から言っていたね、動画になるんですけど、僕であるからできる動画かもしれない。僕みたいな経験をしてる人じゃないとできない動画かもしれないです。これ企画思いついた時に、これはなかなかいいの思いついたなと。今までそういえばなかったなと。なぜなかったか。あまりこういった経験をした人はいないからだと思う。久しぶりにね、僕一人でメインチャンネルいるんですけど、今オープニングだけとか一人で撮ることあったけど、久しぶりだと思う。俺一人でこうやって動画撮ってんの、メインチャンネルで。本日の動画はね、心霊質問コーナー。この動画はですね、心霊の質問コーナーになっております。この動画のコメントに募集したいなと思っております。Twitter とかで質問くれても全然いいと思うんですけど、基本的にはこの動画のコメントでよろしくお願いします。まだね、こういう心霊に関する質問コーナーっていうのを僕、周りの企画ではあんま見たことがないので、試運転ということでね、この動画のコメント欄だけにします。心霊に関すること、気になってること、どうやらこの動画で答えてくれるらしいぞということをね、ちょっと広めてくれるとありがたいです。この動画ではね、多く語らないようにはしたいんですけど、やっぱり質問に答えたいからね。何にもない人間が心霊の質問答えるってなっちゃうとね、思われちゃうとあれなので、一応僕の心霊経験というのを軽く、紹介します。大きいエピソードとしては、そうですね、高校3年生の頃に、記憶が飛んでしまう、自分の意思とは関係ない行動をとる、心霊写真が撮れてしまう、などなど、大きな、心霊体験をしたことが、高校の3年生の時にあります。その前から心霊体験というか、こんなことが起きたっていうのは結構あるんですよ。例えば、心霊写真を撮れて、怖いねって言ってお祓い行った帰り際に、事故に遭ってしまうとか、そういうことは、ありました。高校3年生の頃から頻繁に幽霊を見るようになったり、音を聞いたり、不可解なことが、続々と起きるようになってしまい、もともと僕はね、幽霊のことは信用してなかったんですけど、それ以来、ちょっとそういう存在もいるのかもしれないなと思ってしまいました。僕、どっちかっていうと理屈っぽい性格ではあるので、幽霊なんかいるわけねえだろと。思い過ごしだ、疲れてるからだ。そんなことをね、やっぱり思ってたんですよ、僕も。多分それに関しては、幽霊を信じてないって言っている世の中の方々とほとんど同じ考えでしたね。ただ、自分の身に起こるとちょっと変わってくるんですよね。理屈で説明できないことが急に目の前に起こると。そんなね、事柄が何個かありました。一番僕の中で理屈で説明できねえよなこれっていうの、一番っていうとあれだけど結構多くて印象に残ってるのは、とあるね場所に行ったんですけど、足音がひたすらこっちに近寄ってくるんですよ。で、僕止まってその足音の方向をずっと見てたら、僕のこの目の前まで足音は来るんですよ。タッ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 タっていう枯葉を踏む音みたいな。この目の前で止まったんですよ。止まった瞬間にちょっとあったかい空気がヒュッて流れるんですよね。で、流れて変なこと起きたなと思ってたら、どうやらその下に数年前の遺骨っていうのが、あったっていうのをたまたまね、とある、ところで、その場所に行った人がいて、霊媒師さんがこの下に、人が埋まっていたっていうのを話してて、その場所が僕がいた場所だったんですよ。あれって何かのメッセージだったのかなみたいな、そういうこともねありました。幽霊っぽくなく、見える時もあります。世の中で言ったら裏飯屋みたいなね、怖がらせようとしてくる幽霊っていると思うんですけど、そういう幽霊ってね結構数少ないんですよね。僕が見た中でですけど、振り向いたらいないとかっていう結構あるんですけど、そのまま普通の姿してる、人がトコトコトコって歩いていくんですけど、そっち道ないのにっていうところに入ってったりとかっていうのは見たことはあります。様々なね、結構心霊体験をしてきてるので、答えられない質問は絶対あるとは思うんですけど、逆に気になってきたんですよ。答えられない質問なんだろうって。心霊スポットも、そのくらいいっぱい行ってるし、基本こういうのって霊媒師さんとかそういう人が答えると思うんですけど、もちろんだけど僕は霊を払うことはできません。除霊なんかっていうのはもう無理だし、人を見てあなた何人も霊ついてるねっていうのもぶっちゃけできない。ただ見える時はある。大げさに霊が見えるから助けてあげるとかそういうことはもう無理なんですけど、ぶっちゃけ僕がこれまで見てきた不可解なことにかなりね、何か経験としてすごい大きいものがあると思うんですよ。だからこそ喋れることみたいなのってあると思うんですよね。等身大とは言わないけど、霊は払えないんだけど霊は見えると、聞こえるし存在も感じる時もあるし、だけど霊を払ったりそういうことは特殊なことはできない。疲れてる疲れてないとか関係なしにあるんですよ、そういうことが。これはみんなの
質問に答えられることが多いんじゃないかなと。世の中には霊媒師なんて嘘だろって言ってる人も結構多いんですよね。まあそもそも霊見えるなんて嘘だろって言われることが多いから払うってなんだよみたいな。けどみんながその霊媒師さんに頼らざるを得ないぐらい霊が怖くなってしまう時もあるし、信じてないけどお祓い行くみたいな、どっかにはあるんだと思う。気になってるんだと思う。お話を聞いてほしいとか、霊媒師の3個手前ぐらいのまあ人っていう感じに思ってくれれば嬉しいです。僕の経験から話せること、みんなにお答えできることっていうのもしかしたらあるんじゃないかなと思って、心霊質問コーナーっていうのをやりたいなと思いました。登録者700万人ぐらいいる、まあ規模的にはね、本当に皆さんのおかげでここまで来れたし、登ってこれて大きいチャンネルにはなったと思うんです。ここまで大きいチャンネルだからこそ、僕の経験から話せる霊に対する質問コーナーみたいなのやったらなんか面白いんじゃないかなと思って、その代わりわからないことはわからないって言おうと思ってます。その経験僕にはないからわからないとか、その経験はちょっとどうだかわからないねとかっていうのは言うと思います。ただ僕もこんな経験したことがあります。それは僕の場合はその場合は霊かなと思うけど、一応いろいろと調べてみた方がいいと思いますとか、そんな話がね、なんか質問コーナーでできたらいいなと思ってます。私今こうなんですけどどうしたらいいですかって質問も OK です。こんな時、どういうのを見たことがあるんですかっていうのも OK です。ホラー映画と現実の霊の違いとか、恨みのある霊、恨みのない霊の違いとか、今まで一番見て怖いと思った霊とか、心霊スポット行った時の気をつけてることとか、霊に関する質問本当に何かあればよろしくお願いします。体験談なんかもね、ちょっとこの質問コーナーで聞けたらいいなと思っておりますので、自分の心霊エピソードを話してくれても構いません。そしたらそれに対して僕もねお答えしたりとか、何か同意することもあるかもしれないし、僕もこんなことがあるんだって話を僕からもできるかもしれないので、質問コーナーなんだけどエピソードを話してくれても大丈夫です。ということでですね、この動画のコメント欄にね、心霊の質問をよろしくお願いします。定期的にこの心霊質問コーナーやるかもしれませんのでね、ぜひともコメントよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもぜひともよろしくお願いします。なるべくすぐにね、質問に答えるような動画を撮れたらいいなと思っております。なので皆さん急いでシェアとかね、コメントよろしくお願いします。夏にもっと盛り上がるようなね、心霊質問コーナーをできるといいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。何分ね、心霊質問コーナーなんか初めてなもんなので、ちょっと僕もねどうなるかわからないですがね、皆さんと盛り上げられたらなと思っております。それではアデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter インスタフォローやっても目指せ登録者1000万億でもかチャンネル登録よろしくせーのあゆー